さあ、あいつは夕方の5時ぐらいまで帰ってこないから、ゆっくりしていてよ。その声は、夫のものだった。夫は仕事に行っているはずなのに、一体誰を連れて帰ってきてるんだ。今日は急に在宅ワークになったから、おそらく夫は、私が家の中にいることに気づいていない。やましい気持ちはあったけど、夫の怪しい行動に耳を澄ませてみることにした。あなたも静代がいない間に私を連れ込むなんてひどい旦那さんね。何言ってんだよ。君こそ、俺とのお楽しみをしたくて、自分の親友のことを裏切ってんじゃん。私は、リビングの方から聞こえてきた声に驚愕して、頭が真っ白になった。どういうことなんだ。どうして、夫と親友の声が聞こえるんだ。それに、俺とのお楽しみって、一体何のことを言ってるんだろう。頭の中が真っ白になっていたけど、生理がつく前に、二人は体を重ね合わせた。言葉が出ないほどの驚きがあったけど、このまま許すわけにはいかない。私は、そっと自分の部屋の扉を開け、二人にバレないように、廊下からリビングを覗いた。二人は、自分たちのやっていることに集中していたせいか、私には全く気づいていない様子。私は、頭だけ部屋から出し、二人の様子をスマホで撮影。今後離婚するにあたっての、動かない証拠になるし、とある仕返しをするためにも、この証拠が必要だった。それから30分が経っただろうか。もしもし？もしもし、今着きました。その連絡をもらった私は、そっと自分の部屋から出て、静かに鍵を開けた。すると、次の瞬間。私の名前は静代。現在は事務の仕事をしながら一人暮らしをしている30歳。高校を卒業してから金銭的な関係で大学に進学せずに働き始めた私はいろんな職種を経験してきたけど、最終的にストレスフリーの環境で働ける今の会社に落ち着いた。もちろん事務職だったからそこまで給料がいいわけではないし、贅沢な生活ができるわけじゃなかったけど、普通に生活することができたのが一番だった。それに、お金以外のことは案外充実していた。お疲れ様。待たせちゃってごめんね。取引先との会議が思った以上に長引いちゃってさ。そこまで待ってたわけじゃないから、心配しないで。それじゃあ行こうか。今日は俺のおすすめの焼き鳥屋さんだし、明日は休みだから飲み明かそうか。結婚はしていないけど、半年ほど前から付き合っている人がいて、私生活はかなり充実していた。彼は普通のサラリーマンだったから、お互いにものすごく稼ぎがあるわけではないし、デートをすると言っても、そこまで豪華なものではない。普通に居酒屋に行ってお酒を飲んだり、休みの日はお互いの家でまったりしたり。一般的なカップルのそれと何も変わらなかったけど、だからこそ、それなりに幸せに生活することができていた。あんたさ、そろそろ結婚したら？もう30を過ぎてるんだし、そろそろやばい年齢かもよ。そうなんだよね。ただ、私から結婚しようって言ったら、なんか、結婚せかしてるみたいだし。それに彼だって、結婚するつもりがないわけじゃないらしいから。それならいいんだけどね。女は男と違って、適齢期を逃したら、どんどん結婚するのが大変になってくるから。だから心配なのよ。高校時代から仲のいい親友とランチに行ったある日、いつ結婚するのだという話になった。もちろん、30歳を過ぎている私にとって、焦りはある。付き合っている彼と結婚できなかったら、もう結婚できないのではないか。容姿端麗なわけでもないし、お金を稼いでるわけでもない。そういった心配はあったけど、慎重になっていたからこそ、彼のことをせかして
結婚しないという結果だけ避けたかった。彼だって私と本気で付き合ってくれていたし、彼には彼のタイミングがあるんだろう。そう信じていたからこそ、私は彼がプロポーズしてくれるのを待った。それからさらに半年が経過。私は自分の誕生日に彼から高級レストランに行こうと誘われた。もちろん誕生日だから私のことを祝ってくれるんだろうけど、去年の誕生日はうちでパーティーをしたから、ここまで豪華なお祝いなのには少し驚いた。ドレスコードのあるレストランだったから、私は気合を入れておしゃれをし、バッチリ化粧も決めてレストランへ行った。彼は仕事からそのまま来てくれたから、スーツ姿。だけど、心なしか、いつもより髪の毛もバッチリとセットしていて、雰囲気もいい。私の誕生日をここまで祝ってくれるんだ、と思うと、本当に、心の内側が温かくなるのを感じた。今日は来てくれてありがとう。それと、プレゼントなんだけどさ。これ、受け取ってくれるかい？彼はそう言うと、私に小さな箱を渡してきた。もしかして、指輪？確かに私はアクセサリーが好きだから、私の好きなブランドの指輪でも買ってきてくれたのだろうか。指輪？俺と夫婦としての未来。この誕生日プレゼントを受け取ってくれますか？彼はそう言うと、私の目を見ながら、指輪の箱を開け、私にプロポーズをしてくれた。今思ったら少し照れくさいけど、私は嬉しすぎて涙を流してしまったのを今でも覚えている。ようやく私も結婚することができる。もちろん結婚をゴールにして付き合っていたわけではない。結婚をなしにしたとしても、彼は本当にいい人だし、私は彼との交際自体を心から楽しんでいた。しかし、年齢的なこともあったし、現実的にも結婚急いでいたのは事実。だからこそ、最愛の人とゴールインすることができ、私は溢れ返る思いでいっぱいだった。よろしくお願いします。その日の夜、私はすぐに親友に電話をして婚約したことを報告。親友も自分のことのように喜んでくれた。それからすぐに結婚式の日程を決めた私たちは、かなり小規模ではあったが、結婚式を挙げ、参加してくれた友人全員が笑顔で祝福してくれた。それから彼の住んでいる部屋の方が間取り的に少し大きかったこともあり、私たちは彼の家で生活を始めることに。基本的に生活費は折半をし、将来の貯金は夫の口座で管理をすることに。二人ともそこまで豪遊するような性格ではなかったし、今までの生活水準をキープするように心がけていたから、お金のことで問題になることはなかった。質素な暮らしを心がけ、月に一度の外食で夫婦の時間を確保する。そんな生活を送りながら、1年、2年、そして3年と経った頃だった。3年も経てば、夫婦関係は安定してきていたのだが、それと同時に、少しお互いのことを尊重し合わなくなってきていた。いや、正直な話をすれば、お互いを尊重しないのではなく、彼が私のことを尊重してくれなくなったのだ。別に洗い物をしてとまでは言わないから、ご飯を食べ終わったら食器を水につけておいてくれない？そうしないと乾燥して洗えなくなるから。土日は休みだし、定時で終わって家にいるんだから、家のことぐらいお前がやってくれよ。俺は仕事で疲れてるんだって。仕事で疲れてるのはわかるけどさ、少しくらい協力してくれないと。だから、協力とかの問題じゃないの。女が家事をやるのは当たり前だ。そんなこともわからないで結婚したのか。女が家事をやるのが当たり前。いつの時代の話をしているんだ。
昔は男性が仕事をして、女性は家で専業職をする時代だった。その時の話をしているんだったら、彼の言っていることだってわかる。もしくは、私が一切仕事をしないで専業主婦をやっているのなら、ある程度夫のわがままを聞くのも私の仕事だと思う。しかし、第一に、私たちは共働きなんだぞ。確かに、事務職の私の方が給料は少ない。だけど、生活費は全て折半だし、お互いに同じ金額しか使っていないはず。余ったお金は自分たちのお小遣いになっているのだ。だったら、家事も半分にするのが筋合いではないのか。私は、土曜日出勤をしたり、残業してくる夫の代わりに、家事を頑張っていたけど、そういったことに対する感謝は一切ない。女だから家事をやるのは当たり前。最近はそうやって、最低限のことすらしてくれなくなった。洗濯物は、脱ぎっぱなし。ご飯を食べた後のお茶碗は、テーブルに置きっぱなし。水につけてくれればいいだけなんだ。お皿を洗えなんて言っていない。洗濯だってやってくれと言っているわけではなく、ただ洗濯かごの中に入れてくれればいいだけ。そんな簡単なことを夫はめんどくさがってやろうとしなかった。私のことも考えてよ。お茶碗を水につけてくれたり、洗濯物をかごに入れたり、労力はほとんどかからないじゃない。それをやってくれるだけで、私の労力が半分以下に減るの。別に家事をやってくれって頼んでるわけじゃないんだから、最低限のことはしてもらわないと困るよ。だったら、俺の食事が終わった後に片付けてくれればいいじゃん。まったく。女として旦那に対する気遣いが全く足りてないんだよ。お前なんかと結婚しなければよかった。結婚しなければよかった。夫のこの言葉に、私は言葉を失ってしまった。いくらなんでも、言っていいことと悪いことがあるじゃないか。私だってこの3年間、夫にイラついたことは数えきれないほどある。しかし、結婚しなければよかったなんて、一言も言ったことはない。親しき中にも礼儀あり。この言葉を知らないのだろうか。この日を境に、私たち夫婦の関係は、どんどん悪化していき、私も、ストレスを抱える日々を過ごしていた。聞いてくれない？最近マジでイラつくことばっかりでさ。簡単なことじゃないのはわかるけど、離婚すればいいんじゃないの？まあ、子供もいないし、そうなんだけどさ。もし離婚したら再婚できないんじゃないかと思うと、不安で。言ってることはわかるけど、このまま結婚生活を続けても仕方がないんじゃない？ある程度のところで区切りをつけないと。最近は親友に愚痴を聞いてもらうことが多くなり、現実的ではないと思いつつも、頭の中には離婚という二文字が出てき始めていた。もちろん30代後半に差し掛かる私にとって、どうしようもできない不安やストレスを抱えながら、なんとか親友に愚痴を聞いてもらっていたおかげで、ストレスを溜め込みすぎずに生きてこれたのだが、転機が訪れたのは、それから1ヶ月が経ったある日だった。その日も普通に仕事に行こうと準備をしていると、社長から連絡があったのだ。オフィスの中で感染症が出たらしく、在宅でできる人は在宅で仕事をすることに。私は家にパソコンもあったし、会社のアカウントにログインすれば、家でも会社でもやることが変わらなかったので、そのまま家で仕事をすることにした。すると、その日のお昼頃、玄関の扉がガチャッと開いた。さあ、あいつは夕方の5時ぐらいまで帰ってこないから、ゆっくりしていてよ。その声は、夫のものだった。夫は仕事に行っているはずなのに、一体誰を連れて帰ってきたんだ？私は、夫よりも遅い時間に出勤していたし、電車を使っていたから、
私の自転車が家にあっても不思議ではない。靴は常に靴箱の中にしまっていたし、おそらく夫は私が家の中にいることに気づいていない。やましい気持ちはあったけど、私は夫の行動が気になって仕方がなかった。一体誰のことをうちに連れ込んでいるんだ。それに私が帰ってくるまでの間、ゆっくりしていけとは。この夫の怪しい行動に耳を澄ませてみることにした。あなたも静代がいない間に私を連れ込むなんて、ひどい旦那さんね。何言ってんだよ。君こそ、俺とのお楽しみをしたくて、自分の親友のことを裏切ってんじゃん。私は、リビングの方から聞こえてきた声に、驚愕して、頭が真っ白になった。どういうことなんだ？どうして、夫と親友の声が聞こえるんだ？それに、俺とのお楽しみって、一体、何のことを言っているんだろう。冷静になって考えれば、この時点で、夫と親友が浮気をしているのは明白だった。しかし、私はいくら夫でも、超えてはいけないラインを超える人ではない。そう信じていたし、何より親友が私のことを裏切るはずがないと思っていた。いや、そう思いたかったんだろうな。しかし、現実は残酷なもの。私の頭の中の整理がつく前に、二人は体を重ね合わせた。私は自分の息を押し殺しながら、二人の声を聞き、少し時間がかかってしまったが、現実を受け入れることができた。この人たちは、人じゃない。欲望に取り憑かれた獣。そう思うと、少しではあったけど、心が楽になり、冷静になることができた。だけど、このまま許すわけにはいかない。私は、そっと自分の部屋の扉を開け、二人にバレないように、廊下からリビングを覗いた。二人は、自分たちのやっていることに集中していたせいか、私に全く気づいていない様子。私は、頭だけ部屋から出し、二人の様子をスマホで撮影。今後離婚するにあたっての確かな証拠になるし、とある仕返しをするためにも、この証拠が必要だった。それから30分が経っただろうか。もしもし？もしもし、今着きました。その連絡をもらった私は、そっと自分の部屋から出て、静かに鍵を開けた。すると、次の瞬間。おい！お前、こんなところで何をやっているんだ？ちょっと待って！どうしてあなたがここに？そんなこと、今はどうでもいいんだよ。さっさと答えろ。なんでこんなところで浮気をしているんだ？説明しろ。彼女は、本当にびっくりしたと思うが、私の夫と浮気をしている最中に、自分の夫が怒鳴り込んできたのだ。そう。私は、夫と親友の彼女が浮気をしているところを動画で撮影し、彼女の夫に送ったのだ。そこまで仲は良くなかったけど、親友の旦那さんということで、つながりはある。連絡するとすぐに返信が来て、まだ行為の最中ということだったから、そのまま現場に来てもらったのだ。私が連絡したのよ。うちでこんな裏切り行為をするなんて、ちょっとおかしいんじゃないの？それとも、そういった兵器があるのかしら。後ろの方から私も登場すると、二人は目を丸くして驚いていた。まさか私がいるとは思っていなかったんだろうな。お互いの結婚相手が目の前に現れ、二人はパニック状態だったと思う。言葉を失いながら、顔を見合わせて、この状況を整理しようとしていたみたいだけど、そんな時間なんて与えない。私は
思っていることをすべてぶちまけることにした。こんなことしてただで済むと思わないでよ。人のことを裏切るようなことをしておいて、何もなかったようにはさせないからね。いやいや、なんでお前が家にいるんだよ。仕事に行ったんじゃないのか。別に、そんなのは今関係ないでしょ。話をそらさないで。私のことを聞く前に、なんで私の親友と浮気をしてるのか、言い訳でもしたらどうなの？私がそう追い詰めると、親友と夫は黙り込んでしまった。自分のやっていることが悪いという自覚があるんだろう。状況が飲み込めていないのか、頭が回っていないのか、このまま黙り込んで、すべてが解決すると思っていたら、大間違い。社会人として、しっかりと責任を取ってもらうし、絶対に逃がさない。それで、こんなことしておいて謝罪もないわけ？今置かれている自分の立場、わかってる？ちょっと待ってくれ。俺たちは、お前が思ってるような関係じゃないんだよ。説明させてくれ。これには、ちゃんとした理由があるの。ちゃんとした理由がある。人のことを馬鹿にするのもいい加減にしてほしい。浮気に理由なんてあってたまるものか。欲望のままに、自分の理性も抑えることができないんだ。言い訳してみろと、少し煽ってみたはいいもの。まさか、謝罪の前に否定から入るとはな。ちょっとでも期待した私がバカだったのかもしれない。まずは謝罪でもしてくれると思ってたんだけどな。浮気をするような人間が、まともな感性を持ち合わせているわけがないんだな。ちゃんとした理由？浮気をするのに理由があるんだったら聞いてみたいものね。どんなことがあっても人を裏切ることはしてはいけないって、小学生でもわかると思うけど。ちょっとした出来心だったんだよ。一回だけ、お前との夫婦生活も全然なかったし、欲が溜まっていたっていうか、ちょっと、ストレスが発散できればいいなと思ってたんだ。そうよ。本当に、ちょっとした出来心で。出来心。本当にそうなのだろうか。今だから思うけど、親友が私に対して離婚を進めてきたのも、私の夫と一緒になりたかったのではないか。そう思い始めていた。別に夫はお金を稼いでいるわけではないし、親友の旦那さんは経済的にかなり裕福だったから、今更になってお金目的で夫と関係を持つとは思えない。普通に考えて、抱いてはいけない愛情を抱いてしまった。そんなところだろうな。まあ、大人で結婚している身なんだから、後先考えずに行動するなんて、ありえないんだけどね。本当に、一回だけだと誓えるの？もちろんよ。本当にただの遊びだったの。だから、一度きりの過ちだと思って、許してくれないか。そこまで言うんだったら、二人のことを信じて許してあげよう。なんて、言うとでも思っているのか？それに私たちの会話を静かに聞いている親友の旦那も、かなりブチ切れているのが、私にもわかる。言い訳して頼んだら、私たちが許してくれるとでも思っているんだろうか。てか、許してほしいんだったら、謝罪をするのが一番先なのではないか。自分たちのやってきたことに対する謝罪もしないし、私の気持ちは全く考えていない。どうしたら、許してもらえるか。いや、どうしたら私たちのことをうまく丸め込めるか。そんな自分のことばかり考えている。本当に心の底から腹が立ったし、こんな奴と親友、そして夫婦関係でいたなんて、ヘドが出てしまう。まずは謝罪が先なんじゃないの？謝罪もしないで、許してほしいだなんて。そんな虫のいい話があるとは思えないんだけど。ごめん。本当にごめんなさい。俺からも謝るから、許してくれ。言われないと謝罪もできないんだ。反省していない証拠だな。こんな状態になって、言われないと謝罪もできない時点で、許すつもりはないけど、
先ほどの発言にも少し気になるところがあった。本当に、今回が初めてなんだろうか。まず、こんなタイミングよく、二人の浮気を発見したなんて考えられないし、もっと前からやっていたと考える方が自然。それに、夫のエスコートの仕方、初めてだとは思えない。何のためらいもなく、家に入ってきてすぐに二人は始めたのだ。慣れている証拠だろう。初めてだと言い張ったら、信じてもらえると思っているんだろうけど、私はもう騙されないぞ。二人の言っていることはすべて嘘。そうとしか思っていないから。てか、本当に初めてなの？一部始終を見ていたけど、初めてだとは思えないけど、それに、初めてだとしても計画的よね。その時点で、怪しさ満載だけど。怪しいって、本当に初めてなんだよ。マジで、今日お前がいたのも偶然で。だから、私のことを平気で裏切るような人間を信用できないの。スマホ見せて。スマホ？いいから貸して。私はそう言って、夫からスマホを取り上げた。二人が本当に初めてだと言うんだったら、夫のスマホには、その証拠が残っているはず。浮気をしていれば、その会話なり、写真なりがあるし、してないんだったら何もない。まあ、十中八九何か見つかるんだろうな。そんな思いでスマホを開き、親友の旦那と一緒になって確認した。夫が親友とやりとりしていた内容を見ると、なんと、半年も前から浮気をしていることが判明。何が初めてだ。これもすべて嘘じゃないか。ふざけてる。どれだけ私たちのことをバカにすれば気が済むんだ。半年間も私のことを騙していたなんてな。人のことを裏切っておきながら、自分はいい気分だったのか。それに、親友も親友だ。私が夫との関係で悩んでいると知っておきながら、自分は浮気をして楽しんでいたんだ。ふざけてる。こんなの親友でも何でもない。半年も前から関係を持っているのに、何しらばっくれてるのよ。人のことを舐めてるの。違うよ。お前のことを悲しませまいと思って。俺だって今までやってきたことは悪いと思ってるんだよ。それに、お前との関係も改善したいと思っているからこそ。いい加減にしてよ。人のことを裏切って、嘘までついて、誠心誠意を持って謝ることすらできないのね。本当に、失望したわ。私は、夫に対して怒鳴りながら、スマホを床に叩きつけてやった。証拠として保存しておいた方がいいのかもしれないけど、そんなことどうでもいい。とにかく私は、自分の気持ちを抑えることができなかった。すると、そんな私を制止するかのように、親友の旦那が私の肩を叩きながら前に出た。お前たちな、こんなことをしてどうなるか分かってるのか？ちょっと待って、本当にごめんなさい。悪気はなかったの。あなたはいつも仕事で忙しいし、ちょっとした刺激が欲しくて。でも、心の底から愛しているのはあなただけだから、許してください。お前たち二人には慰謝料を請求する。もちろん離婚もするから。俺から言うことはそれだけ。ちょっと待ってよ。慰謝料請求なんて、そんなお金払えるわけないじゃない。本当にお願いしますよ。心の底から反省してますし、もう二度と会わないと誓いますから。今回だけは許してください。お願いします。これだけ嘘をついておきながら、もうあんたたち二人のことなんて信じられるわけがないだろう。それなのに、何様のつもりなんだ。こんなんで、薄っぺらい謝罪を受け入れてもらえると思っているのか。ふざけているにも程がある。こんな謝罪、絶対に受け入れないし、私は何があっても、二人のことを許さない。わかってると思うけど、私からの慰謝料請求もあるから、私とも離婚してもらうし、会社にも報告する。ちょっと待てよ。会社は関係ないだろ。そんなこと言える立場だと思ってるの？これだけ人のことを裏切ったんだから、あなたの人生もめちゃくちゃにしてやるわよ。いや、ふざけるのもいい加減にしろ。
自分が反論できる立場だと思っているのだろうか。本当に腹が立つし、もう私の怒りも限界。そんな時だった。人のことを馬鹿にするのもいい加減にしろよ。お前たちには一生苦しんでもらうし、情けをかけるつもりは一切ない。それが自分たちのやってきたことだし、社会人としての責任の取り方だ。それに今分かったけど、お前が俺と結婚したのは、ただ金目当てだったってことだよな。違うよ。そんなわけないじゃない。私はあなたのことを心から愛しているし。会社を経営しているから、お前に構ってやれる時間がなかった。だからこそ、お前のわがままは常に聞いてたよな。それで、どれだけのお金を使ってきたか。なのに、自分の欲は親友の旦那と晴らす。最低極まりないな。親友の旦那も、堪忍袋の尾が切れてしまったのだ。親友の結婚式に参加した時に教えてもらったが、旦那さんは会社経営をしている。そこまで大きな会社ではないが、結構な収益があるらしく、親友もそのおかげで、かなりいい思いをしていたと思う。だけど、自分の旦那のことは、ただの ATM としか見ていなかったし、欲のはけ口として、私の旦那のことを選ぶあたり、本当に、性根が腐っているんだろうな。まあ、その事実を知っておきながら、受け入れた私の夫も夫。うちは、それなりに大きな弁護士事務所と契約してるから、離婚裁判に強い弁護士に協力してもらう。しっかりと慰謝料は払ってもらうし、逃げられると思うなよ。もう、いいわよ。離婚するんだったら、何でもしてやるわ。逆ギレか。やめとけよ。怒らせたら後で面倒になるから、ここは抑えろって。別に、怒らせたところで、財産分与としてもらえる金額は変わらないし、いっそのこと、財産を踏んだくって離婚してやるわよ。あなたも離婚するんだから、それで私たちは再婚しましょうよ。それが全員にとっていい結果になるんじゃないの？はあ？本当に呆れてしまったが、ようやく本性を表したのだ。これが親友の正体。自分のことしか考えておらず、欲にまみれた化け物。その言葉がよく似合う人間なんだな。何を勘違いしてるのか知らないけど、お前に渡すお金はほとんどないぞ。人のことを馬鹿にしないでくれる？結婚した後に構築した財産というのは、すべて二人で半分にするのが鉄則なのよ。ああ、俺は会社からほとんど給料もらってないぞ。それに、給料のほとんどは、毎月のカードの支払いと生活費、それと家のローンでなくなるんだよ。うちに関しては売却して、残りの金額を半分にしてもいいけど、あそこは立地が良くないからな。今更売却したところで、ローンの相殺すらできないと思う。借金を半分にすることになるけど、それでもいいのか？親友の旦那がそう言うと、逆ギレしていた姿はどこに行ったのか、膝から崩れ落ちてしまっていた。浮気した人間が最終的にいい思いをするなんてできるわけがないだろう。これから何年かかるのかわからないけど、借金という地獄にずっと苦しみ続けることになる。仕事もしていない親友に慰謝料を払えるとは思えないから、おそらく借金になるだろう。親友の両親はかなり厳格な人だから、助けの手なんて伸ばしてくれないと思う。夫は私が会社に報告するから、その後クビになるんだろうけど、まともな人生は歩めないだろう。こんなことになって、原因である親友とは縁を切るんだろうし、浮気をした人間に手を差し伸べてくれる人がいるとは思えない。夫と共通の知人は多かったけど、みんなそこまで性根が腐った人ではないからな。ここはあなたの名義だから、今日中に荷物をまとめて出ていくわ。だから、その間、離婚届にだけサインしておいて。あとは弁護士に頼んで、慰謝料請求の通知をしてもらうから。ちょっと待ってくれ。そんな急に話を進めないでくれよ。俺には、俺の言い分があって。あなたの言い分？
そんなふざけたこと聞くわけないでしょ。黙って離婚用紙にサインして、請求された慰謝料を払ってくれればいいのよ。それに不満があるんだったらどうぞ。弁護士に相談して、反論でも何でもしてきなさい。私は、それだけ言うと、自分の部屋に戻って、すぐに荷物をまとめた。実家に帰ることになった私は、両親にありのままを説明。夫と親友の前ではかなり気を張っていたけど、世の中で一番信頼していた二人に裏切られたショックは大きかったし、私は両親の前で泣き叫んだ。両親は、そんな私のことを優しく受け入れてくれ、会社も1週間ほど休みをもらうことに。その間は、精神的な休養に充てるのと、弁護士の方に相談して、慰謝料を請求するのに使った。少し話し合いに時間がかかったみたいだけど、最終的に私が希望した請求額を支払ってもらい、元夫とは縁を切ることができた。もしもし、彼女からも慰謝料払ってもらいました。弁護士の方の費用も肩代わりしてもらって、ありがとうございます。それと、私の元夫が、いろいろお騒がせして、すみませんでした。何を言ってるんですか。うちの元妻が原因でもありますので、謝らないでください。それに、幸いなことに、会社で契約している弁護士の方が、安く引き受けてくれましたので。ありがとうございます。その後、親友の元旦那さんから聞いた話によると、彼女は多額の借金をしたらしい。まあ、予想通りではあったけど、今はその借金を返すために、ヒーヒーしながら頑張っているみたい。旦那さんと結婚してから、一切働いていなかったため、働き先はスーパーのパート。古いアパートを借りて生活費を支払うと、返済に充てられる金額は微々たるものしかないため、完済は何年もかかるそうだけど、お似合いの末路だな。人のことを裏切った罪というのは、それだけ大きいのだ。私もあの後、元夫が働いていた会社に連絡をし、元夫は窓際社員に追い詰められたそう。もともと仕事ができるような人ではなかったし、元夫が辞めたところで、会社にはほとんど損害がない。元夫は、その環境に耐えられなくなって、すぐに会社を辞めてしまったそう。だけど、こちらも、これからどうやって生活していくのだろう。まあ、人のことを裏切った者同士、二人とも、苦しめばいいと思っている。ちなみに私は、もらった慰謝料で引っ越し先を探して、今ではいつもの生活に戻ることができている。事務職で少ない給料をもらいながら働くという環境は変わっていないけど、改めて周りの人たちの優しさに気づくことができた。確かに、これから結婚するのはもう難しいかもしれないし、一生独身の可能性だってある。しかし、大切なのは結婚ではない。こうやって私に何かあった時、親身になって対応してくれる人たち。助けが必要な時に助け、手を差し伸べてくれる人たちが周りにいるだけで、私は幸せなんだな。そう思うことができている。これからも、そんなかけがえのない日常に、幸せをかみしめながら、前を向いて、生きていこうと思う。どうも、ナレーターのはずきです。何ですかね、どこで狂ったというか、人に頼りすぎるのって良くないですね。元親友は結局ね、元旦那さんの方のお金におんぶに抱っこだったし、元旦那に至ってはもう家事全般とがおんぶに抱っこだったわけですからね。やっぱり、謙虚に生きようと思いました。皆さんはどう思いましたでしょうか？よろしければコメント欄で教えてください。また、高評価、チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。